これは美しい。まったく酷なことを言ってくれるものだ。なあ天馬よ、なあ八つかはぎよ、英雄どもよ、なんというものと比べてくれる。市場の輝きを引っ張り出して他の断りと並べるな。ひどいものだ。叶うなどと口が裂けても吹聴できぬは、すべてゴミか石くれにしか見えぬだろうが。まず強く感じた思いは接触、触れれば首を断つ身であり、故に白痴のまま罰当たりとして生を終えた。その生涯より転じた渇望、それがこの者の機嫌である。触れてあげたい、撫でてあげたい。ただそれだけで自分は永劫幸福だから、誰も彼もあまねく者らすべてを抱きしめてやりたい。感服した。ああ、これが私たちに足らぬというのか。すべての触れ合いよ、祝福あれ。慈愛に満ちた救いの抱擁、抱き留めるだけでまた己自身も救われる。美しくもなんと清らかな感性よ。この輝きを見つけたために水銀は死にたがったというわけか。
ああ、確かに。これなら次の座を譲り渡して本望だろう。熱を上げるのも無理はない。これ以上愛情に満ちた対局は存在せんな。その分争うことなどできそうもないが、守護者を名乗る者もまた多かったろう。彼らのようこの世界ではいつか必ず幸福になれる。慈愛の願いが途絶えぬ限り、力を貸そうと立つ存在は後を絶たなかったはずだった。だがやはりその愛が首を絞めた。抱きしめるのも結構だが、他の神格を排斥せず山中も抱えておったとは、それはあまりに無謀というものだろう。どれほど至高の器であろうと、やがて己が限界に触れてしまう。この対局には放逐という考えが存在せぬのだな。愛に生き幸福を与え、否定をできぬがために救いのない真の邪悪に打たれたか。なるほど、女よな。誰よりも愛深いがゆえ尊くも儚い。この神、この断りに名を付けるなら、黄昏の女神、輪廻転生、誠の姿、ここに得たり。あれを壊そうと思った。